はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。皆さんは家で焼肉をどうやって楽しんでいますか？大人数だとバーベキューなどできますが、一人だとフライパンで済ませてしまうことも多いですよね。今日はそんな一人焼肉を一気に楽しくさせちゃうミニ七輪をご紹介します。このアイテムがあれば、鬼に金棒、ぼっちに七輪です。それでは早速やっていきましょう。はい、これが今回ご紹介するミニ七輪です。七輪って結構大きいものが普通ですが、この俺用ってところに惹かれました。俺と書かれた商品を出されたら買っちゃう男全国1位です。俺用って俺用ってことですよね。パッケージの文章が気合が入っています。ジュージューと心地よい音とともに立ち上がる香り、春夏秋冬、舌包み、うちでも使いたい言葉の数々です。七輪とは野外や土間等に直接置いて利用する持ち運びを可能にしたコンロのことです。かまどは台所と呼ばれる調理場に備え付けられたものですが、七輪は移動可能なコンロです。その歴史は屋内に持ち込んで利用できるようにした平安時代頃からと考えられています。京都や大阪では七輪によく似た寒敵と呼ばれる道具がありました。感触を起こしやすい人のことを寒敵者と言い、すぐに火を起こせたので、すぐに起こってしまう人に例えて寒敵と呼んでいたようです。この七輪はバンドックというアウトドアメーカーが製造しています。アウトドア主体の会社が七輪なんてちょっと意外ですよね。きっと機能美のこだわりもあるんだろうかと期待が高まります。開けていくと網、説明書、下敷き、本体と続きます。いい大きさです。ほら、手のひらサイズの七輪です。思い描いてた通りのジャストなサイズ。七輪の下は熱くなるので、この木の下敷きを敷きます。いやー、ぶっちゃ気に入っちゃいましたね。しかし炭が置けるのか気になりますね。横幅が意外と狭いので、炭のサイズには注意が必要です。市販のホームセンターの炭とかだと結構大きいものもあるので、手で割るなどの対応が必要そうです。七輪の下部には小さい可動式の窓があります。この部分の開閉で空気の循環を行います。それでは焼肉の準備をしましょう。まずは炭に火をつけます。大きさを合わせて炭を3つ用意しました。次に焼くお肉の下ごしらえをしていきます。今日は家焼肉を味わうためにお肉もスーパーでチョイスしました。豚タンと豚ハツを入れて、おろしニンニク、塩、ブラックペッパー、ごま油を入れてよく混ぜ合わせます。次にボウルにカルビを入れて、パプリカパウダー、ホワイトペッパー、ごま油、島田の醤油だれを入れて混ぜ合わせます。あとはお皿に盛り付けます。豚レバーはごま油をかけて塩を振ります。焼き台に事前に温めておいた炭を3つ並べて網を乗せて準備は完了です。それでは早速焼いていきましょう。いただきます。今日は雑煮プロセッコを飲んでいます。雑煮は17世紀からワイン作りを行っている雑煮家が1821年北イタリアのベネト州でワイナリーを設立しスタートしました。家族経営の小規模ワイナリーから始まった雑煮は20世紀に入ると積極的にマーケティングを開始。ジャンニ・ゾーニン氏の下でイタリアを代表するワイナリーの一つにまで成長を遂げました。すっきりとした喉越しでとても飲みやすいです。これはごくごくいっちゃいます。ぼっちで通常サイズの 750ml はさすがに多いですが、これはクォーターボトルで 187ml なので、この量ならついつい飲んじゃいそうです。スタートの一杯に軽く泡なんて気分の時にぴったりですね。それではミニ七輪で肉を焼いていきましょう。家飲みっぽく今日はスーパーで買ってきたお肉です。ネギと家っぽくウインナーも用意しました。まずは豚のハツです。ミニ七輪の定員は3枚までのようです。いいサイズですね。焼肉もいいですが、ここでエイヒレとか炙ったら日本酒とか進みそうです。ベランダとかに持ち運ぶのも苦じゃない大きさです。焼けたので食べてみます。しっかりと焼肉ができています。若干焼けるのが遅く感じますね。3枚以上は乗せちゃダメかもしれません。小さくカットするか欲張らずに2枚で並べていった方がいいかもしれませんね。こういうミニ調理器具は多く販売されていますが、小さくても機能や形まで追求している器具は男心をくすぐりますね。このミニ七輪を
オレ色に育てていく、そんな経年変化も楽しめそうです。低層度なので耐久性としては弱いので、強い衝撃などは避けましょう。庭があればこれを外に出して夜風に当たりながらいっぱいやったら気持ちいいだろうな。当たり目が極上のつまみになる未来が見えます。炭は一度に多く火をつけると片付けが大変なので、このサイズであれば困らないですね。前作ったラー油と合わせて食べてみましょう。コチュジャンを合わせるパターンは多いですが、今回はあえてのラー油スタイルです。程よい辛みとうまく馴染んだ油が肉を優しく包み込みます。このスパイスの香りと醤油だれ、新たな出会いかもしれません。肉の可能性を広げるつけだれは偉大です。みんなで楽しむ焼肉もいいですが、肉と向き合いながら一人の時間を楽しむ、一人で全ての時間を使えるぼっちこそが実は人生最高の贅沢かもしれません。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。ミニ七輪いかがでしたか？男心をくすぐる道具ってワクワクしますよね。皆さんのおすすめのぼっちの過ごし方とかあればぜひ教えてください。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。